トコインの予測価格シリーズ第6弾です。前回のシリーズ第5弾は、メディアや金融機関によるビットコインの予測価格を紹介しましたが、今回はいつも通り著名人によるビットコインの予測価格を紹介します。今回紹介するビットコインの予測価格は、ラウル・カル、ローレンス・レタード、フィリップ・スウィフトによるものです。このような順番で紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴くださいね。この動画を見ると、仮想通貨業界の著名人がビットコインについて、どのような予測価格を出しているのかを知ることができます。よろしければ、シリーズ第1弾から第5弾までの動画もご覧ください。再生リストのビットコインからご覧いただけます。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。では、早速本題に入ります。ラウル・カルの予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2020年5月14日、予測価格に到達する日は、長期的に予測価格は47万6000ドル、約6188万円です。ラウル・カルは、2020年5月14日に公開された、マックス・カイザーとのインタビュー動画の中で、ビットコイン価格は長期的には簡単に、47万6000ドル、約6188万円に達する可能性がある、と語りました。ラウル・カルやマックス・カイザーは、ビットコインが金、ゴールドの市場を追い抜き、強力なエコシステムの中で運営されることになれば、ビットコイン価格は簡単に、47万6000ドル、約6188万円まで上昇する、と予想しています。また、ラウル・カルは、ビットコインはその他のエコシステム全体を巻き込んでいく中で、時価総額10兆ドル、約1300兆円を簡単に達成するだろう、と語っています。ビットコインがその他のエコシステム全体を巻き込むというのは、ビットコインが世界中で使われている仕組みの中に、組み込まれていくということだと思います。例えば、クレジットカードであったり、オンラインショッピングの決済であったり、そういった仕組みの中に、ビットコインが組み込まれていくということです。47万6000ドル、約6188万円という価格は、10兆ドル、約1300兆円という金額を、ビットコインの総発行枚数である2100万枚で、割ることにより算出されています。このような計算式になります。ラウル・カルの人物紹介をします。ラウル・カルは、リアルビジョンの共同創設者兼 CEO です。リアルビジョンは、金融メディア及び教育プラットフォームであり、グローバルなオンラインコミュニティです。また、彼はベテラン投資家であり、ゴールドマン・サックスの元幹部などとしても知られています。ローレンス・レタードの予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2023年4月10日、予測価格に到達する日は、最終的に予測価格は1000万ドル、約13億円です。ローレンス・レタードは2023年4月10日、ヒトコニュースのインタビューに答える形で、アメリカドルは今後10年以内に崩壊すると予測しました。この崩壊がビットコインの価格を大幅に押し上げるだろうと、彼は信じています。ローレンス・レタードは、人々がドル安を意識するようになると、ビットコイン、金、ゴールド、不動産などの資産に引き寄せられるだろうと述べました。また、ビットコインが金、ゴールドと比べて重要な利点は、供給量が2100万枚に限定されている点であり、この希少性がビットコインの長期的な価格上昇の鍵になると、彼は言います。金持ち父さん貧乏父さんの著者として知られるロバート清崎も、アメリカドルの崩壊を予測し、ビットコイン、金、ゴールド、銀、シルバーへの投資を主張しています。貯蓄手段としてビットコインを選ぶ人が増えるにつれ、価格は上昇し続け、潜在的には10万ドル、次に100万ドルに達し、最終的には 1BTC あたり1000万ドルという驚異的な価格に達する可能性があると、ローレンス・レタードは考えています。彼は、ビットコインの歩みが途中で大幅な低迷を伴う、不安定なものになることを認めながらも、
このテクノロジーとその長期的な成功に自信を持っています。また、彼は政府がビットコインの潜在的な障害であると指摘しています。政府は仮想通貨市場への参入と退出をより困難にして、より高いキャピタルゲイン税を課すことにより、ビットコインの進歩を遅らせる可能性があると、彼は述べています。最近のアメリカ合衆国政府は、仮想通貨業界と関係のある銀行に対して、風当たりを強くしていたり、マイニングを行う企業に対し、マイニングに使用する電気代の 30% に相当する物品税を課す、という提案を行ったりしています。まさに現在のアメリカ合衆国においてビットコインは、大幅な低迷を伴う不安定な状況にあると言えるでしょう。これらの課題にもかかわらず、ローレンス・レカードは政府のそのような行動が、ビットコインの永続的な存在を実証し、将来の通貨としての地位を強固なものにするだろうと信じています。ビットコインに対して逆風が吹けば吹くほど、それに耐え抜いた時、ビットコインの信頼性が上昇するということだと思います。ローレンス・レカード以外に、ビットコインが1000万ドルに到達すると予測している人物として、アダム・バックやハル・フィニーがいます。現在のところ、仮想通貨業界の主だった人物の中で、1000万ドル以上の予測をしている人物は見当たらず、ビットコインの最終到達価格は、1000万ドルで共通しているのが興味深いところです。ビットコインが1000万ドルに到達するために必要な条件として、この3社が挙げている条件を見てみましょう。ローレンス・レカードは、アメリカドルの崩壊、アダム・バックは、ハイパーインフレの発生、ハル・フィニーは、世界中で使われる決済システムになる。ローレンス・レカードのアメリカドルの崩壊と、アダム・バックのハイパーインフレの発生は、世の中が混乱するので起きてほしくはありません。できれば、ハル・フィニーの世界中で使われる決済システムになる、という方向で1000万ドルになってほしいものです。ローレンス・レカードの人物紹介をします。ローレンス・レカードは、ボストンに本拠を置く投資管理会社エクイティマネジメントアソシエイツのマネージングパートナーです。フィリップ・スウィフト。フィリップ・スウィフトの予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2023年4月26日、予測価格に到達する日は、次の半減期サイクル中に、予測価格は、12万ドル、約1560万円から、21万ドル、約2730万円です。フィリップ・スウィフトは2023年4月26日、コインテレグラフのインタビューに答える形で、次の半減期サイクル中にビットコイン価格は、12万ドルから21万ドルが現実的な範囲であると語りました。フィリップ・スウィフトは、ビットコインの価格が8万ドルを超えると長期保有者が売却し始め、市場に新しい供給がもたらされ、10万ドル以上になると需要が供給を吸収しきれなくなると述べています。長期保有者が売却を始めると、ビットコイン価格は伸び悩むのかと思ってしまいそうになりますが、ビットコインの価格が上昇していくためには、ある程度まとまった数量の売りが必要だということだと思われます。市場にある程度まとまった数量の売りが出て需要が少ない場合は、価格が下落すると思われますが、市場にある程度まとまった数量の売りが出て需要が多い場合は、売りを消化する形で価格が上昇していくということだと思われます。価格が上昇していくためには、売りが出るということも重要だということでしょう。フィリップ・スウィフトはビットコインにネガティブな要素として、世界の主要な政府が協力して、仮想通貨領域をサポートする法定通貨の銀行システムを遮断するような攻撃の可能性を挙げています。仮にこのような攻撃があったとしても、ビットコインは生き残るように設計されているのは分かっているとしつつも、価格を長期間にわたって大幅に抑え込んでしまうだろうと述べています。一方、ビットコインにポジティブな要素として、米国の金融危機を挙げています。米国における一連の銀行倒産という出来事は、特に若い人たちにとって、ビットコインにとって最終的には、プラスの触媒となるだろうと述べています。彼らは保管リスクがある銀行に預金するよりも、ビットコインのような分散型の自己管理資産に預金していた方が、いいのではないかと思うようになるだろうとのことです。また、フ
フィリップ・スウィフトは2017年のバブル相場にも触れ、2017年の年末にはビットコイン価格が2週間未満で、1万ドルから2万ドルに上昇しており、そのような急騰が再び発生した場合、次の半減期サイクルの正確な高値を予測するのは非常に困難、または不可能であるとも述べています。フィリップ・スウィフトの人物紹介をします。フィリップ・スウィフトは、リセントレーダーの共同創設者であり、ベテランのビットコイン市場アナリストです。まとめ、いかがだったでしょうか。今回も1000万ドル、約13億円予測が登場しましたが、皆さんはビットコインは1000万ドル、約13億円に到達すると思われますか？コメント欄でご意見をお待ちしております。ブログと Twitter の URL は説明欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。